このワーキングメモリーのキャパも広ければ、いろんな作業が同時にできやすくなる。スケッチパッドってなんか可愛いですね。ここを鍛えれば鍛えるほど映像記憶みたいなのが上達したりしますね。複雑な単語をいろいろ覚えて、処理しやすくなるみたいなのもありますし、習得するスピードも速くなったりしますね。つまりワーキングメモリーを鍛えることで、あなたの地頭がめちゃくちゃ良くなりますよっていう話ですね。これが一番いいんじゃないですかね。手軽にできて。結構おすすめですね。ワーキングメモリー鍛えられますね。自分もこれをやってから会話の理解力とか格段に上がった実感はありますね。わあ、全然作業はかどんね。一体どうしたらいいんだろう。皆さんこんにちは。マインドオーガナイザーのクーです。よろしくお願いします。さて、今回のテーマは、あなたの能力を次のステージに引き上げる、脳にとって非常に重要な機能の一つである、ワーキングメモリーについて解説していきます。ワーキングメモリーって聞くとなんか難しそうな感じがしますけど、なんかいかにも専門用語って感じで。この機能はですね、日常のありとあらゆる場面で使ってる機能で、生産性とか学習効率を上げるには欠かせない能力と言われてますね。例えば何かを考えて連想したりとか、次これをやったらこれをやって、これをやるにはこの準備をしてみたいな頭の中で計画を立てたり、あとは一連の動作を覚えて、その動作を再現したりとかするにもワーキングメモリーは必要ですね。言葉で指示された内容を覚えてそれを実行に移したりとか、あとは本を読むときに前後の情報、前読んだ情報を覚えておいて、その今読んでる内容とつなげていくことで本の理解を深めていくっていう文章の意味の連結というか文脈を読むみたいなのにもワーキングメモリーは欠かせないと言われてますね。このようにワーキングメモリーは日常のあらゆる活動場面で必要不可欠な能力であり、あなたの学習効率とか、あとは仕事のパフォーマンスですね。あとは問題解決、何かを解決するってなったらいろんな情報を引っ張り出してきて、それを組み合わせて解決に役立てる情報を引っ張り出して、その何かの形に変える、思考に変えたりとかですね。するにもワーキングメモリーが必要なので、知能労働をするには欠かせない能力ですね。このワーキングメモリーを鍛えるのはあなたの自己成長に直結しているので、ぜひとも最後までご覧ください。このように、このチャンネルでは、脳科学とか、心理学とか、マインド改善ですね、に役立つ能力開花とか、自己成長ですね、に役立つノウハウを発信しております。よかったら、ぜひチャンネル登録お願いします。それでは行ってみましょう。まず、ワーキングメモリーとは何ぞやって感じなんですけど、先ほどもちょっと説明したんですけど、イメージで例えたら、よく例えられるのが、作業台ですね。脳内を、キッチンに例えたら、ワーキングメモリーっていうのは、まな板を置く場所だったり、あとは、コンロの数だったりですね。作業台のキャパというか、性能みたいな感じですね。が、ワーキングメモリーですね。ここが狭かったら、食材もあんまり置けないし、作業もあんまりしづらいし、みたいな。で、コンロとか分かりやすいかもですね。1個しかなかったら、1個の調理しかできないじゃないですか。でも、3つあったら、スープを作りながら炒め物をして、ついでに卵も炒めてみたいな。炒めるというか、卵を焼くか。どっちでもいいか。この3つの料理が同時にできたりするじゃないですか。このワーキングメモリーのキャパも広ければ、いろんな作業が同時にできやすくなるっていうことですね。イメージとしてはそんなイメージですね。結構作業台のイメージ分かりやすいですね。パソコンに詳しい人だったら、本当にメモリーって感じですよね。メモリー、記憶領域、SDD とか HDD とか、なんか脳の構造に似てるな。CPU、情報処理する、核になるところが、脳で言ったら前頭葉ですね。脳の最高司令官とか言われてますね。あらゆる知能労働、思考したり判断したりとか、あとは感情コントロールとか、言語表現、言葉の情報を、意味のある形に、変えて伝えるっていう能力ですね。まさに知能を象徴する脳の機能。前頭葉が、パソコンで例えたら、CPU の部分ですね。で、ワーキングメモリーってのは、パソコンで言ったらメモリの部分ですね。このメモリがあることによって、情報をそこの場所に留めておいて、そこで作業ができるみたいな。まさにパソコンのメモリっていう例えが一番わかりやすいですね。パソコンに詳しくない人いたらちょっとごめんなさい。HDD とか SDD とか、データを保存していく場所が、脳の記憶領域とかですね、に該当しますね。そう考えるとパソコンと脳の作りって似てますね。パソコンってもしかしたら脳の作りを模して作ったのかもしれないですね。ひょっとしたら。ちょっとパソコンの起源のがちょっと詳しくないんですけど、なんか似てるな、脳の作りと。脳の作りというか機能とか役割とかと面白いな。とか独り言言っちゃってますけど。ちょっと話脱線しましたね。話を戻すとワーキングメモリーというのは作業台であって、この容量が大きければ大きいほど、作業台が広ければ広いほど、つまりワーキングメモリーの性能
能が高ければ高いほど、いろんな作業をやりやすく、あとはいろんな作業を同時にできるみたいな、脳の処理、情報処理ですね、精度が上がる、そういう話ですね。まさに脳のパフォーマンス、作業効率とか、学習効率とか、あとは仕事のパフォーマンスを高めるには、ワーキングメモリーを鍛えるのが一番ですよっていう、そんな感じですね。で、ワーキングメモリーの仕組みですね。ワーキングメモリーの仕組みとしては、単なる、短期記憶とはまたちょっと違うんですよね。短期記憶ってのは短い間だけ覚えていられる記憶ですね。前回もしよかったら、記憶の仕組みとか、種類ですね、の解説してる動画あるんで、そちらを見ていただきたいんですけど、ワーキングメモリーはどっちかっていうと、その短期記憶で覚えた情報、短期、その間だけ覚えてる情報を使って、何か作業をする場所、作業をする機能って感じですね。短期記憶を食材を置いとく一時的なボールだとしたら、そのボールから引き出して、まな板で作業するのがワーキングメモリーみたいな感じですね。そこにある情報ですね、を加工したり処理したりする調理台ですね。で、このワーキングメモリーのコードの機能っていうのは、先ほどもちらっと言った、脳の最高司令官である、前頭葉、前頭前野ですね、が主に担っていますね。で、このワーキングメモリーの機能、脳の作業台の機能には、3つあります。1個目がオンインループと言われるものですね。ちょっと難しい言葉使ってるんですけど、要は音の記憶ですね。入ってきた音を一時的に覚えとくみたいな感じですね。例えば直前に聴いた音楽とか歌とかを覚えて脳内再生したりとかですね。音楽実際に聴いてなくても頭の中でメロディー流れたりするじゃないですか。あれもオンインループであって、音の記憶を一時的に思い出してる状態ですね。あとはなんか仕事とかで相手の電話番号とか覚えておくときとか、復唱するじゃないですか。で、相手が言った電話番号、数字を覚えといて、メモを取るじゃないですか。その時にも、音の記憶ですね。音の、オンインループか、音の、ワーキングメモリーを使ってますね。だから、ワーキングメモリーの機能がなかったら、相手の電話番号をメモ取れないということですね。不便ですね。全部テキストで送ってきてみたいな、なっちゃいますね。で、ワーキングメモリーの2つ目の機能が、視空間的スケッチパッドですね。スケッチパッドってなんか可愛いですね。これは何をするかといったら、先ほどが音とか言葉のイメージなんですけど、この視空間的スケッチパッドは、映像の記憶ですね。イメージとかイラストの記憶ですね。っていうのが、スケッチパッドですね。何回も言いたくなるね。頭の中のイメージみたいなを、移動させたり、あとは動画のようになんか変化させたりできるのは、このスケッチパッドの機能ですね。ここを鍛えれば鍛えるほど映像記憶みたいなのが、上達したりしますね。要約すると、イラストイメージの一時的な、保管場所というか、一時的に使う、引き出す機能ですね。で、3つ目がエピソードバッファと言われる機能ですね。これは脳の、視覚とか音とか、先ほどの情報も含めて脳に浮かんでる、一時的に浮かんでる情報を、くっつけて、意味のある一つの塊にして、いわゆる理解ですね。こういうなんか情報をつなげて、これとこれはこういう仕組みでこうつながってて、つまりこういう意味だみたいな、情報の連結というか意味のまとまりとしてまとめておく。で、そのまとめた情報を、長期記憶にある情報と、またくっつけたりとかってするのが、エピソードバッファですね。この機能があるおかげで、人間は複雑な思考ができると言われてますね。これをしたらこれをして、これをするときにこれを気をつけなきゃいけないみたいな情報をいろいろ長期記憶から引っ張り出してきたり、あとは目の前に今入ってきた情報と結びつけたり、で、その上でさらに次の情報と結びつけて大きな意味にしたりとかっていうのが、そういうエピソードバッファですね。情報をつなげてなんか加工してみたいな、そうクリエイトしてるじゃないですけど、情報をなんか複雑に処理してる時の記憶の場所ですね。を、になってますよってことですね。で、オンインループ、視空間的スケッチパッド、あとはエピソードバッファですね。この3つの機能、ワーキングメモリーの機能が、連携することによって、思考したり、脳にある情報をもとに行動をしたりすることができますね。で、ここでワーキングメモリーを鍛えるメリットについて、何個か挙げておきましょう。今までのことを聞いてたらなんとなく学習効率とか、脳の処理能力が上がりそうだなというイメージなんですけど、一番わかりやすいメリットはそれですね。学習効率とか、あとは仕事の効率ですね。生産性っていうのかなっていうのが、劇的に上がりますよっていうのが、一番のメリットですね。あとは人との会話で、複雑な話をしている時の、話をまとめたりとかも、あとワーキングメモリーが発達してればしてるほど、複雑な単語をいろいろ覚えて、処理しやすくなるみたいなのもありますし、あとはマルチタスクですね、を処理速度が上がるんで、よりその、細かい作業を早く終わらせて、一つの作業に集中しやすくなる。シングルタスクをするためにマルチタスクを一瞬で終わらせるじゃないですけど、素早く終わらせるにも役立ってますね。
あとは何か新しいスキルを学ぶ際にですね、あと自分の記憶にある情報を、結びつけやすくなるんで、学習効率も上がるって言ったんですけど、習得するスピードも、速くなったりしますね。ワーキングメモリーのおかげで、自分の元々持っている情報と、今、新しく入ってきた情報を結びつけやすくなるっていうことですね。つまり、ワーキングメモリーを鍛えることで、あなたの、地頭がめちゃくちゃ良くなりますよっていう話ですね。地頭を良くなって、あなたの自己実現ですね。自己実現のテーマは、自分の能力の最大発揮。持ってるものの能力をいつでも 100% に引き出すことを自己実現って言うんですけど、そういうのに役立ちますね。で、ワーキングメモリーに関するエビデンスですね。科学的根拠ですね。ワーキングメモリーは今言ったように、非常に重要な能力であるからこそ、長い間、神経科学とか、あとは、認知心理学の分野で、長年、いろんなところで研究されてきたっていうのがありますね。特にワーキングメモリーと知能の関係については、ミシガン大学とか、あとはスタンフォード大学、めちゃくちゃ有名な大学ですね。心理学とか脳科学とか、様々な研究に特化した大学、世界一の大学と言ってもいいんじゃないですかね。こんなこと言ったらちょっと、それは違うんじゃないかみたいな言われるかもしれないですけど、イメージとしてはそんなイメージですね。大学研究と精度が高いって言ったらスタンフォード大学っていう名前がよく出てきますね。こういうエビデンスモード研究機関の動画とかもあってもいいかもしれないですね。紹介する動画。またいずれやろうかな。とりあえず今回はワーキングメモリーの話ですね。もう油断したらついつい脱線しちゃうね。悪い癖ですね。それは置いといて。そういうミシガン大学とかスタンフォード大学の知能に関する研究で、ワーキングメモリーっていうのは、一般的な知能指数、いわゆる IQ ですね。を向上するのに役立つかもよっていう、研究結果が示唆されてますね。またADHD とか、一つのことに集中できないみたいな、次々と注意が変わっちゃうみたいな、あとは学習障害を持つ人っていうのはワーキングメモリーの能力が著しく低かったりっていうのが様々な研究機関で報告されてたり、このワーキングメモリーの改善によって日常生活とか、あとは学業とかですね、そういう学習効率というんですかね、の質の向上につながったっていうデータというか、そういう研究も明らかになってますね。それではいよいよワーキングメモリーを鍛える方法についていろいろと紹介していこうと思います。全部で5つですね。効果が高いやり方ですね。トレーニング方法ですね。それでは具体的にワーキングメモリーをどうやって鍛えていけばいいか。ここでは脳に同時に負荷をかけるっていうのがポイントですね。同時にいろんな種類の負荷をかけることによって、その作業台が広がっていくみたいな。ワーキングメモリーを鍛える基本としては、いろんな作業、いろんな刺激、脳の負荷を同時にかけるっていうのが、基本になりますね。ワーキングメモリーが広ければ広いほど、いろんな作業が、いろんな情報処理が同時にできるって言ったじゃないですか。情報処理を広げるために、無理やり突っ込んでいくみたいな感じですね。広げていくために、同時にいろんな情報を処理するのを慣れさせるってことですね。つまりはそういうことですね。で、その方法が5つありますよ。っていうことで紹介していきます。1個目が、これはお金かかんないですね。全部かかんないか、ほとんど。暗算とかですね、暗記ですね。これが一番いいんじゃないですかね、手軽にできて。例えば暗算とかって、視空間的スケッチパッドですね、イメージ記憶みたいなのも使ってて、あとは音韻パッドも使ってるか、音のイメージとかでもいいんですけど、どっちでもいいんですけど、2桁の数字ですね。できれば2桁の数字の暗算を頭の中でする。頭の中でするのが暗算か。それはいいとして、結構おすすめですね。ワーキングメモリー鍛えられますね。例えば13たす58だったら、13にまず8を足すじゃないですか。で、13に8足して21。で、21を覚えてて、58なんで、58も覚えてなきゃいけなくて、今度は50を足していくみたいな。で、さっき13に8足して21覚えてなきゃいけなくて、21に50足して71ってのが出てくるみたいなね。暗算ってやっぱりいろいろ前の情報を保持してないといけないみたいな。ワーキングメモリを使い続けてないとできない作業なんで、暗算は結構おすすめですね。これだけやればいいんじゃないですかね。慣れないうちは1桁でもいいんですけど、できれば2桁以上ですね。の暗算がおすすめですね。で、慣れてきたら数を増やしていく。数を大きくするんじゃなくて、数を増やしていくですね。例えば23たす67たす81みたいなね。こういう風に数字を増やしていくみたいなね。もう2つだけでも大変なのに3つ増えたらめっちゃ大変じゃないですか。いろいろ覚えていかなきゃいけないみたいなね。この2つの計算してる間に3つ目の数字なんだっけみたいになっちゃうんで、結
構マジでハードモードですね。でもこれがスムーズにできるようになってきたら、ワーキングメモリーが鍛えられてる証拠ですね。あれ、今もう数字忘れちゃった。ワーキングメモリー下がってるかも。24たす68たす81。24たす68が、80、92、92たす81が173。ってね、感じですね。で、出てきた数字を最後足すのもいいかもしれないですね。1と7と3足して、1と7で8足す、で、8足す3で11で、11足す1足す1、1で2みたいな。最終的に2が出てくる。そういうゲーム感覚でやるのがおすすめですね。もう脳に汗かくというかね、結構な筋トレやった後みたいな爽快感あるんで結構おすすめですね。5分とかでもできるんで、5分10分電車待ってるだとかタイムアタックみたいなね、ホームに着いてから電車を待つまでの間に4つの数字の足し算を暗算しとくみたいなね、そういうゲーム感覚でやるのもおすすめですね。いろいろ試してみてください。慣れてきたら引き算とか割り算とか掛け算とかいろいろできますね。暗算がやっぱ最強かもしれないですね。おすすめですね。あとはできるのが本とかなんか何でもいいんですけど文章を書いてある媒体を見てそれを読んで閉じます。まず20秒か30秒ぐらい見て閉じて、そっくりそのまま同じ文章を書くみたいなね。で、一言一句間違わずに、点の数とか丸の数とかね、句読点ですかね。間違わずに書くみたいなね。結構これも鍛えられますね。これはオンループも、スケッチパッドもどっちも使ってるかな。あとは何かの動画でも言ったんですけど、短期記憶の動画だったかな。相手の言った言葉をそっくりそのまま脳内再生するっていうのも結構おすすめですね。相手の会話の理解の補助にもなるんで、これは結構おすすめですね。自分もこれをやってからなんか会話の理解力とか格段に上がった実感はありますね。例えば明日までにこの資料を仕上げてきてって言われたら、即座に脳内再生で明日までにこの資料を仕上げてきてみたいな、なんか聞いた言葉をそのまま脳内再生していくみたいなね。簡単ですね。慣れないうちは難しいかもしれないですけど、慣れたらね、結構スムーズに聞いた瞬間に 0.5 秒ぐらいでできることなんで、おすすめですね。鍛えられますね、ワーキングメモリー。あとは会話の理解力とかも上がるんで、結構おすすめですね。で、ワーキングメモリーを鍛える方法2つ目ですね。リアルタスクですね。リアルタスクとかかっこよく英語で言っちゃってるけど、要は2つのことを同時にやるってことですね。例えば散歩しながらラジオを聞いたりとかですね。で、そのラジオの内容を要約したりとか、歩きながら、文章の理解をしたりとかですね。でもこれは簡単かもしれないですね。この方法をアレンジするとしたら、何か色を一つ決めて、赤とか青とか何でもいいんですけど、例えば赤色だったら、赤って決めたら、目に入った赤いものを探していくみたいな。赤いポストとか、あとは赤い花とか、あと赤い車みたいな、赤い看板みたいな。赤ってテーマを一つ決めたら、赤い色を探しながら散歩して、その赤いものを探しながら聞いてるラジオの内容を頭の中で復唱していくみたいなね。あとは要約とかでもいいですけどね。そう。聞いて、耳から入った情報を処理しつつ、視覚の情報も処理しつつ、で歩きつつ、みたいな。体も使いつつ、みたいな。そう。いろんな情報の処理を脳内で同時に行うので、結構な負荷がかかりますね。これも結構おすすめですね。ただちょっと、車とかには気をつけてって感じですね。車とか走らない、公園とかでやるのがいいかもしれないですね。道路でやったら危ないんでね。そうですね。車とかそんな人があんまり多くないところですね。もう散歩をするときに、このやり方を試してみてください。くれぐれも、ちょっと周りの人に迷惑かけないようにお願いしますね。2つのことを同時に処理するって感じですね。まとめると。で、3つ目が、情報整理ゲームですね。この方法は、ワーキングメモリーの3つ目の機能である、エピソードバッファーの負荷を上げる、トレーニングですね。例えば、新聞とかニュースとか、何か本を読んだ時に、閉じた後に、ある特定の単語を3つ探すとかですね。思い出して、あの単語使ってたかなみたいな、そう単語を思い出していくゲームですね。例えば政治に関わる単語とか、あとは料理に関わる単語とか、あとは動物とか、何でもいいんですけどね。読み終わった後に、閉じた後にテーマをパッと決めて、そのテーマに関する単語を紙に書き出していくですね。3つか4つですね、書き出していくっていうゲームおすすめですね。それは今見た情報を思い出すのと、あとは頭の中での情報みたいな意味の情報ですね。動物っていうテーマだったら動物の概念を思い出しながらみたいな。動物の概念に当てはまる単語を今見た情報の中から短期記憶にちょっとだけ入ってる情報の中から拾っていくみたいなね。そういうのもワーキングメモリーが鍛えられますね。で、4つ目が逆さ言葉ゲームですね。発した言葉を逆さから読むみたいなね。これもワーキングメモリー鍛えられますね。結構有名なのかな。
例えば、今日は天気がいいだったら、いいが天気だから、金手、いいが金手、は、う、きょみたいな感じですね。今日は天気がいいみたいな。逆から読むみたいなね。でも最初に言った文章も覚えつつ、それを後ろからその文字を一個ずつ処理していくみたいな。その前の情報を保持しつつ、新しい情報を文脈として処理していくっていう。これもエピソードバッファーに入るのかなっていう機能を使う、負荷はかかるので、これもワーキングメモリを鍛えるにはおすすめの方法ですね。これも本を読みながらとかできますね。文字媒体なんでもいいんですけど、文字開いて、4文字からスタートしてみたいな。4文字の単語を見つける。でもこれも情報整理ゲーム。先ほど言ったにも入るのかな、4文字の単語を見つける。で、その見つけたらすぐ本閉じて、4文字の単語の逆さを読むみたいなね。3文字だと簡単なんで、4文字以上からやるのがおすすめですね。例えば4文字、見聞っていう字があったら、4文字の単語、パン、文系みたいな。間髪言えずに言うみたいな。間が少しでも空いたら失敗みたいなね。そういう、ゲーム感覚でやるのがおすすめですね。で、4文字がめちゃくちゃ簡単に感じたら、次は5文字みたいなね。1日3回か4回ぐらいやったりね、するのがいいかもですね。本を読むとか、なんか文字媒体を読む習慣があったら、ついでにやるってのがおすすめですね。日に日に単語が覚えていくみたいな。気づいたら22単語、そんな単語はないか。そこまでいたら文章とかなるかもしれないですけど、今日、俺の平均アベレージは6文字だなとか、だんだん7文字も余裕になってきたなみたいな。そう。レベルアップを実感できるんでいいんじゃないですかね。で、最後5つ目がイメージングですね。これは視空間的スケッチパッドを鍛える、トレーニングですね。これも本を読みながらですね。読書が最強の脳トレになりそうですね。そう考えてきたら。物語とか、おすすめですね。読みながらその登場人物の顔の特徴とか表情とか、あとはその主人公がいる場面とか、イメージしながら、頭の中で映画を作るイメージですね。映像とか作るイメージですね。をしながら読んでいくみたいな。そうすると頭の中の視覚情報と、あとはストーリーと結びつけるエピソードバッファーも使ってるかな。その2つを使うので、ワーキングメモリーが鍛えられますね。ぜひ、いろいろ試してみてください。個人的には暗算がやっぱり手軽かな。2桁な暗算。脳に汗をかく感じ。あれが気持ちいいんで、結構おすすめですね。ぜひ、楽しんでやってみてください。はい。で、ここで、ワーキングメモリーの機能を高めるポイントですね。ワーキングメモリを最大限発揮するためには、2つのポイントがあります。1個目は、これは何にでも脳機能を高めるって言ったら、ワーキングメモリーだけじゃなく、何にでも当てはまるんですけど、脳のコンディションを整えるですね。脳の健康管理をするって感じですね。健康管理というか、脳の状態を良くしておくってことですね。具体的には、これも何にでも当てはまるんですけど、睡眠の質の向上と、あとは定期的な運動ですね。この2つはやっぱ重要ですね。やっぱり脳機能を高めるには、脳疲労が取れてる状態が、良くて、言わずもがななんですけど、質の高い睡眠は欠かせないですね。あとは、運動することによって、脳の血流を高めて、思考するにしてもエネルギーが必要なんで、酸素とか栄養とかですね、そういうのが、常に行き渡ってる状態っていうのが、大事で、そういう意味でも、血流を上げるっていうことで、運動ですね。足を使った、足の太い血管というか、そういうのを収縮させることで、血の巡りが良くなったりするんで、足を使った運動ですね、が特におすすめですね。で、ワーキングメモリーの機能を高める2つ目のポイントは、マルチタスクを避けるですね。これもいろんなところで言われてますね。作業効率を高めるにはシングルタスクが一番いいみたいなね。ワーキングメモリーは、マルチタスクを可能にする脳の機能なんですけど、やっぱりその同時にする作業は少なければ少ないほど一つの精度は高まるじゃないですか。ワーキングメモリを鍛えるには、意図的にマルチタスクの状態にして、負荷をかけ続けるっていうことで、鍛えられていくんですけど、ワーキングメモリを最大限発揮する、作業効率をとか学習効率を高めるんだったら、なるべくそのワーキングメモリの負荷は減らした方がいいですね。っていう話ですね。例えば、ポモドーロテクニックとか、25分5分集中するっていうポモドーロテクニックがあるんですけど、その25分間は、その一つのタスクしかしないみたいなね、決めて、取り組んだり、こういうのもワーキングメモリーの効率を高めるにはもってこいですね。あとは、細かい、あれもしなきゃこれもしなきゃってなってると、その保持してる、あれもしなきゃ忘れないようにしなきゃっていうことで、ワーキングメモリーを常に消費しちゃうことになるんで、メモを取って忘れるみたいなね。意図的に忘れる。メモを取ってるから安心だって言って、そのメモした情報を忘れるように、なりやすいんですけど、あれもやらなきゃ、これもやらなきゃ
旦メモに置いといて忘れるみたいなね。そうすることで、その目の前の作業だけ、少ない脳の処理で済むようにさせるっていうのも、コツですね。トゥードゥーリストは何のためにあるのかって言われたら、脳の負担を軽くするためですね。に私は使ってますね。結構私も、あれもしなきゃこれもしなきゃってなりやすくて、ついつい、さっきみたいに話脱線したりとかですね。なんか、記憶力について調べていたはずなのに、いつの間にか快眠グッズ、睡眠の質を上げるグッズは何がいいかみたいな情報に目を奪われてたりね、とかね。余計な情報を排除するために、トゥードゥリストは活用してますね。でも中には、脳トレとかめんどくさいみたいな、そんなにすぐ頭良くならないでしょうみたいな人もいるかもしれないですけど、筋トレと一緒ですね。先ほど紹介したトレーニングは。最初は小さい負荷からでいいんで、徐々に負荷をかけていくことによって、ワーキングメモリーっていうのは、劇的に向上していくので、何でもそうですけど、続けていくっていうのが大事ですね。さて、いかがだったでしょうか。ワーキングメモリーっていうのは、あなたの能力開花に役立ちますよっていう話をしてきました。能力開花とか、自己実現の、可能性を高める、非常に重要な脳の機能なんで、鍛えていくのはめちゃくちゃおすすめですね。そしてこのワーキングメモリーって生まれつきじゃなくて、本当に鍛えることができるんで、脳の可塑性って言って、神経回路っていうのは次々に新しく作ったりできるんでね。どうせ私なんて頭悪いし、みたいな、とか嘆かないで、そう、ワーキングメモリーを改善することによって、劇的に脳の処理速度が上がったり、速度というか、処理性能ですね。情報処理性能が上がったりするんで、騙されたと思って、今日紹介したトレーニング方法ですね。なんか一つでもいいので、試しに、続けてみてください。とりあえず何でもやってみるの大事ですね。ちょっと偉そうに言ってますけど。先ほども言った通り、ゲーム感覚で楽しくやるのが、続けるコツかもしれないですね。ぜひ、この動画で紹介した方法一つでもいいので、ぜひとも試してみてください。そして、このトレーニング試してみたよっていう方がいたら、ぜひともコメント欄で教えていただけるとめちゃくちゃ嬉しいですね。ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは、あなたの自己成長とか、能力開花ですね。全力で応援しております。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでもこの動画が役立てば、幸いでございます。あと、ぜひともチャンネル登録お忘れずに。それではまた、ぜひとも次の動画でお会いしましょう。マインドオーガナイザーのクーでした。またね。